写真機書き今回オールドレンズ会初めてオールドレンズを買いたい、興味あるっていう人なかなかでも手を出しづらいですよね。まあね、今回オールドレンズに興味があるというゲスト、デザイナー、グラフィックデザイナーの浅川さんです。浅川さん、初めて柿中よりも年上。あ、そうなんですか？そうそう。すみません、失礼します。あれですね、童顔だから。今使ってるカメラの紹介をお願いします。ソニーのアルファ7 IIIで結構年季入ってます。はい。セブンのセブンスリーセブンの3ですね。おー、だからあれです、ベーシックタイプのやつです。オールドレンズに興味がある。この間中野さんの撮影した話を聞いてたりして、まあまあエモい写真を撮った。エモい写真が撮りたいがベースですね。それによってね、全然選ぶレンズが違ってくるので。そうですよね。ちょっと誰かさんのところに打ち合わせ行った時に、なんかこう気軽にちょっとその時の記録をしたいっていう欲が出てて、もっとエモく、もっと感情いい写真を、皆さんの写真をこう見習いながら、どんなレンズ今も思ってるか。どっちかって多分何かしてる人を撮りたいって思った時に、これ 55mm のザイスのソニーのレンズなんですけど、今結構メインで使ってるのはタムロンさんの35150っていうちょっと面白い焦点距離のレンズをよく使ってて、ちょっと大きいんですけど、投資かな、F2 投資かな。2から始まって、そう F2 から始まる2発っていう。わかる。なるほど。でも 55mm で一発でサイズがもうあるんですよね。そうあるある。なるほど。あと浅香さんのご家族をよく撮るっていうのと、ペットが今犬も猫もいらっしゃる。そうというのもあるかなと思いますね。そうだからオールドレンズになるとマニュアルじゃないですか。そうですね。あんまり触ったことないですけど、ほとんど触ったことなくて、猫をマニュアルで追いかけられるのかっていう、そういう猫自分の技術的な心配は。なるほど。では初めてのオールドレンズ選び行ってみましょう。行ってみましょう。みんなで飛んだりする。新規書き中。撮る40とか50みたいな世界は気になってる。でも35っていうのがあんまり意外とちゃんと単焦点で挑戦したことない。なるほど。よし、じゃあ35ミリにしよう。あ、決まったんだ。じゃあここにセカンドベースさん、秋葉原の山手線のガード下ですね。お邪魔しどうぞ。ます。お邪魔します。どうでしょう。今までの量販店とかそういう経験とはちょっと違う。違いますね。しかもむき身で置いてあるっていうのがセカンドベースさん。とても安くて今1万円以下がゾロゾロ揃ってますよね。そうなんです。いろんなねメーカーの話は言ってるじゃないですか。でも僕あんまりそういうの詳しくなくて、ただまあなんか撮れる絵がこうだったらいいなみたいな絵から入っちゃってる部分もあるし、この間なんか2人の話でタクマーがどうしたとか。そうですね。ここでタクマー会撮りまして未だに大人気です。ここの年代からオールドレンズっていうの？そうですよね。なんかそういう線引きってあるんですか？まあでも基本的にはなんて言うんでしょう。オートフォーカスがついていない鉄々しいあとまあフィルム時代のものであるっていうことがなんとなくオールドレンズの要素なのかなという気しますけどね。触っても大丈夫？全然いいんじゃないですか。やっぱここのセカンドベースさんいいのは手に取れるし作例があるのはすごいですよね、オールドレンズ。そうっすよね。まあ実際ねヘリコイドの動きであったりそういったものも手に触れて、多分浅香さんの今のレンズに比べてすごいこう粘ると思うね、ピントリングが。この感覚がなんで粘るのかっていうのはこれで撮ると多分ねもっと分かりやすくなるかな。でもなんかこう触ってて楽しい感じがする。そうでしょ。物として、物の感じだよね。なんか物がいい楽しい感じがするね。本当すごいニューンってする。そう。やっぱ状況とか状態によって全然このヘリコイドの重みも違うので、そこはね軽くてもいいもんでもないし、重いのもやっぱいいもんではないので、それと出会うっていうのもなかなか面白いところの一つだと思いますね。オールドレンズって何だってぜひ浅香さんに。はい。よろしくお願いします。店長の日村と申します。よろしくお願いします。
オールドレンズって一口で言ってもちょっと難しいんですけど、なんとなくの定義としてはフィルム時代のマニュアルピントのレンズなんで、一応当店はそのオールドレンズを中心に商品が使ってるんですけど、どれもオートフォーカスは使えなくて、もうマニュアルでピント合わせをする。欲しいところに自分でピントを持っていく、操作しているっていう感じがして、好きな人にはたまらないでしょうね。ちなみにこれが浅川さんのカメラなんですけど、はい、つかないとかあります？ソニーの α7 シリーズであれば大体何でもつきます。さすが。見ての通り大体何でもマウントアダプターがレンズをおっしゃっていただければほぼつきます。それはあれですね、心強いな。これでいうとこのカメラのソニー E マウントですね。はい。のアダプターってどの辺なんですか？この上のここの段なんですけど、この一番上の左側ですね。いいボディ。ソニーの E マウントがアダプターも一番種類出てるので、オールドレンズやるんだったら一番いいマウントだと思いますね。やりましたね、浅川さん。すごい。ナイスカメラチョイス。絞りはレンズについてるマニュアルの絞りになるので、それをそのままそうです。カメラ側に数値は連動しなくて、取り込んだ光だけ、一応液晶の画面を通じて連動する。ぜひ後でさっき中でおすすめレンズ出した後、三村さんのおすすめもなるほどなるほど。ちなみにボヨさんの聞いていいですか？さすがだ、さすがや。本当。何にも考えないで来たんですけど、予算全く白紙という状態で今絞れませんでした。何もない状態で来ちゃったので、1万円2万円3万円ぐらい持ってくればなんかいろいろ選べるぞみたいな前情報は言われてたんで、じゃあボヨさん感としてはそれぐらいで。人気夏季中選ばせていただこうかしら。めちゃめちゃ裏から出してる。最高のものを。わからないもの。いや、いいと思います。そういうのいいと思う。本気だなっていう感じがね。ガチっていただけるのがやっぱいいですよね。うわー、悩ましいな。やっぱこれぐらいいっぱい種類があると、なんかちょっともうなんかさ、足に足がつかなくなる。そうですね。いっぱいありすぎて、要はドン・キホーテに来たみたいな、いきなりこう選択肢が広がると思うんですけど、キヤノン、ニコンっていう結構有名な2大メーカーが当然あるとして、ところがオールドレンズで今人気なのはよりこうマイナーなミノルタであるとか、つまりこうソニーの前のミノルタであるとか、オリンパスであるとか、ペンタックスであるとか、っていうだけではなく、よく見るとコニカがあったり、もう聞いたことないメーカーがあったりもするんですよ。古ければ古いほどコーティングが未熟なのでにじみが出るんですよ。ここにそういう作例がいっぱいで、要はこういうにじみがエモいって言われてる。古いレンズであるとこれ例えば随光のやつなんですけど、反射がこれと全然違いますよね。すごいね。同じ50ミリぐらいなんだけど全然反射が違う。違いますね。それがやっぱりこうにじみとなって出るんだけど、逆に言うとこうなんでしょう、 SNS でも分かるような写真の違いになる。35ミリのフィルム用がほとんどなので、もうフルサイズ用だと思って考えていただいたら、まずこう今の在庫を僕らは分からないからね、探さないといけないよね、ちゃんとね。そうですね、そうですね。若干被ることあるんじゃないの？俺もそう思ってんだよな。いっぱい出てるし、競合もあったんで値段は結構下がって買いやすくなってると思いますね。だから多分この値段だからオールドレンズがまた流行ってるというか、思ったよりか使いやすいという。今結構流行ってる。そうですね。来来た。僕ももう決めました。カンニングしてきます。中野さんが多分迷ってるだけです。では、はい、夏季中、そして三村店長、はい、浅香さんにおすすめのレンズをここに持ってきてください。はい。ヘリオス33。ヘリオス33。ああ、そうです。まず一つずつ夏季から順番に、はい、型番と値段を言っていくと言いましょう。はい。じゃあ私がおすすめするのは KMZ ヘリオス33 35mm F2 と 49,500円となっております。では三村店長お願いします。私がおすすめするのは、星野オート 55mm F1.4 の、M42 マウントのやつになります。
値段は29,700円ですね。いいとこ狙うな。で中野は、NCMD ニュー MD ロッコールミノルタで5500円 50mmF2 です。俺から行こうかな。あ、わかりました。俺から行こうかな。僕が浅川さんに勧めたいのは、この2人どっちかっていうとマニアック寄りなんで、僕ね浅川さんすごいいいレンズを持ってて、もう1本ズームで F2 からのズーム持ってるでしょ。気軽にいつでもでもいつも重そうなの、バッグが重たいんですよね。ところがこのレンズちょっと持ってみてください。あれそうでしょ。でもしっかりした感じ。そう。つまりこれにもうたとえ間にねマウントアダプターつけてもこのぐらいになるんですよ。するとね、軽さに驚くはずなんです。でしかもこの値段で同じ 50mm 近くだけど写りが違うってことに驚いてほしい。だからこの値段だけど似てる焦点距離であえて、要はこれで僕は違う焦点距離にして違うものが撮れるのは当然だから、同じような焦点距離でぜひここから安く始めてもらいたいなと思って 50mmF2 にしました。そしてソニーの昔のミノルタ前身であるミノルタのロッコールにしました。じゃあ次、柿島さん行こうか。あ、はい。そうです。じゃあ私、うん KMZ ヘリオス33、なんやねんこのレンズとお思いでしょう。シネレンズでございます。これフルサイズで使うと蹴られ、そうですね。多少蹴られますかこね。れだと蹴られちゃいます。蹴られちゃうちょっと。ちょっと C レンズ暗くなっちゃいますこれはが、 L39万って改造して改造されてるんです。なんとだからマウントアダプター、いわゆる L から E に変えれるやつをつければなんとつくという改造されてる。ちなみにシネレンズの回にありましたけれども、なんと有名なハリウッド 80% が使用したと言われている 10%。クックのスピードパンクロのロシア模造品なんですね。はい、名レンズがロシアをなんとコピーして作ったという。マニアックの上を行くよ。ただこれのさすがボケ感とかですね、やっぱめちゃくちゃですよね。いやいいですね。クックのスピードパンクのね、お話にありましたけおど、なまるね。うんワンセットで2000万とか言ってたでしょ。2000万、それがなんといやコピー品やから。そうね、ロシアンコピーだけどそうこの49,500円という格安でですねなるほど。提供していただいているということでございます。話のネタになるよね。まあそうですね。クックだしコピー品だし L39 だし、そうまず外観そう何つけてんのってなっちゃそうですよね。以上カッキーでした。これでもどれぐらい切られるかでね。まあわかんないけそうど、店長三村さんのおすすめは。私の星のこれをおすすめする理由としては、オールドレンズが初めてということだったので、もう分かりやすい1本、オールドレンズらしい1本をご紹介できればと思ったんですけど、写りは割としっかりした描写するんですけど、ボケがすごい柔らかくて、であと逆光時のゴーストとかフレアなんかも結構がっつりなので、いわゆるオールドレンズ今流行ってる写り、このレンズは富岡製っていう、出た。そうなんですよ。オールドレンズ界隈では割と有名なんですけど、富岡製、富岡工場っていうめちゃめちゃいいレンズを作る工場があって、そこ製、このコシナがそこに委託してそこで作ってくださいっていうレンズなんですけど、これが一つブランドみたいな感じで、富岡製持ってるとウォーってちょっとなる。くーいいいい商売してるエピソードありますね。そうなんですよ。あーそれもあって、また写り見ていただけたらウォーってなるんで、もしお時間があれば試写していただいて。順番とか特にないんですけど、アダプターとレンズを指標があるので合わせてカチッといただいて、これがもうソニー2万になってますので、これを通常のレンズに入れてカチッと。でいろいろなレンズがつくんですけど、やっぱり同じソニーとミノルタなんでピントリングの方向も一緒なんですよね。そういうのも結構重要かな。絞り開放。ボケを見るためにこの電球とか見てみると、電球の奥のボケとかが分かりやすいかなと思うんですね。しかもだんだん3とかがやっぱバランスいいんですね。なんとなく写りはなんか違うとかちょっと分かります？しかもやっぱ軽いでしょ。軽い。うん。気分も軽くなるんでね。
荷物が多い方には、そうなんですよ。 MD ロッコール 50mmF2 をつけて見てもらいました。来ましたね。どれぐらい蹴られるんですかね。さあこれは。おーこれは。 35ミリの単焦点がこれでね。やばい人ですね。失礼します。すごい。やべえやべえ。うわーすごいこの組み合わせ。どれぐらい蹴られてるんですか。あ、すごいええ感じに蹴られますね。これはでもちょっとボケ感も含めていいっすね。中心の解像度めちゃめちゃ高いので、映画用でこう映画館で引き伸ばさないといけなかったんで、解像力を求められたんですよね。まあ本家クックとね比べるとどこまでかというところはあるかもしれませんが、当時のねロシアンコピーってかなり精度よくコピーされてましたもんね。ここ今割り当ててるのが35ミリ入ってるから、こうするとまあここ。そうですね。PSC ぐらいがは蹴られない当たりなんですよね。カッキーはエモいレンズっていうんでこれ出してきたんです。そうですそうですそうですよ。 F 値はじゃあその黒い手前の黒いここの強度、ここがこっちか。ここがそうなんだ。おおすげえ。見たことねえボケだな。おおすごいね。L39 だとやっぱこう、アウターアダプターが薄くて済む。うん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 。的にコンパクトね、これがやっぱ L39 ものうさっきのレンズが長谷川さんずっと触ってる、これ面白さ伝わってるやん。もうそこまで。はい、そこまで。じゃあ次、三村さんの星名。でアダプターもこう当てがってくるくる。星名ってやっぱこう今もいろいろなレンズ出してるじゃないですか。なんか特徴みたいなのってなんて言えばいいんですかね。そうですかね。昔は一眼レフみたいなのもあったり。そうですね。だから星名ってなんか OEM が得意というか。なるほど。なので工場による。でこれは工場富岡製なるほど。でまた新潟？長野？小谷だっけ？群馬。いやそれはあれ製糸場。富岡の。星名今も新しいマニュアルレンズをいっぱい出してるんですよ。この 1,2 年でまたすごいいっぱい出て、ニコンの古いオールドスタイルだったり、キヤノンの RF に似た新しい外見だったり、いろいろな工夫をしてるメーカーさん、レンズ専門と言っていいメーカーさんですね。スポットの角自分の時だけ自分の時だけ。一番わかるやつですね。さっき言おうか迷ったんですけどそうですね。勝負の世界はそんな甘くないですからね。どうしてもそこからのそのゴーストを見ていただきたくて、いろいろなものを取られるっていうお話だったんで、やっぱり標準が一番使いやすいかなと。違いがね分かりやすいとか。写真をこう振り返ってみて、なんか写りに違いとかありました？ゴーストみたいなところのそのね、いわゆるエモくなるみたいな感じの出方がやっぱりド派手だったのがカッキー進めてるんですが、ド派手だよ。おかしいぐらい出るっていう感じはなんかこう絞り変えてるだけでなんかこうわかる。変化がおかしいぐらい出るっていう。で自分がどれが好きなんだろうなっていう観点と、なんかどうやってお気軽な感じから始めるのがいいのかなっていう観点と、そうそういろいろある。いろんなバランスで今考えてた。なるほど。なんかこう語れるレンズっていいっすよねってちょっと皆さんの話聞いてましたけど、結構めちゃくちゃ悩みますね。なんかこんな風にしてそれぞれのねこうプロの方たちに勧めてもらって、こんな贅沢な状況。三者三様なの。ちゃんとね三村店長が合わせてくれたからね。知識ちゃんと上から見てくれてたから。中野あれぐらいいくやろね。たまたまです。中野選んでるの中野らしいもんな。でお気軽にっていうのもある。まあそうね。結構大事です。そう。だってこの1本目一番安いお手軽なものを買ってからこうやって出世王みたいになっていく人いっぱいいるから世の中。出世か。出世。面白い。これ面白いですね。面白い。ええ面白いし、うん。なんかちょっとマニアックだ今後
だいぶ関係性にひびが入ってるとかしあ、全然しないです、全然しないです。もともとそんな仲良くないですし。ここまで来てヨドバシの秋葉店に行かれたらちょっとね泣いちゃうけど、ここには切れないんです自分の中での落としどころは、なんとなくあります？はい、じゃあジャッジをドキドキすんな。お願いします。製品名ね。じゃあいよいよデザイナー、グラフィックデザイナー浅川さんが選ぶはい初めてのオールドレンズ。はい、浅川さんが選ばれたのは。店長選んでくれたコシナのレンズを。マジっすか。はい。ありがとうございます。いや、でも全部欲しいなって思ったんですよ。ただ、何が決め手だった？そう決め手でいくと、トータルバランスなんですよ。なんかオールドレンズっていうところのそうねトータルバランスで。そうね。そう。いや、本当は今日はすみません、なんか本当にさっき値段見て4、5千円で手に入っちゃうって思った時に、あ、それで試してみたいって正直思ってたんですよ。中野ちゃんのそのソニーのこう歴史の話でいくっていうところでね語れるし、で触ってみてもすごい楽しいと思うし、昨日こっちも劇的な変化が出てくるから。劇的だからね。これでね、猫犬撮りたいみたいな楽しみもあるよなって思ったんだけど、やっぱつけて触ってみた時に自分の求めてるなんかこうちょっとせっかく撮ってゴールドレンズで楽しめる感のバランスとして、やっぱ店長のがだってテスト撮影のアングルとかこだわってたもんね。で、基本的にもプレゼンがうまいですもん、やっぱりプロだから。今回柿中、初めてのオールドレンズおすすめ対決、勝利したのは柿中ではなく三浦店長に。まあもう出てきた時点で負けたと思いましたもん。35ミリの縛りで今度またお願いしたいなって。マジですか？僕もう一回これ出しますけど大丈夫ですか？セカンドベースさんこうやって来ると本当に選択肢が多いので、やっぱおすすめはせっかく店員さん店長さんいらっしゃるんで気軽に質問しないと始まらないかなと。カタログあるわけじゃないですからね。ぜひまず足を運んでみてほしいなと思うセカンドベースゴールドレンズ会でした。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。さすが店長、ありがとうございます。